先日、爪木崎灯台と、美濃加計岩というところで GFX100S で、タイムラプスをね、天の川のタイムラプスを撮ってきました。はい。爪木崎灯台っていうのは、伊豆急下田駅から車で20分ぐらいのところにある、下田の端っこの方にある灯台です。はい。で、ここは天の川とか星空の撮影スポットになってるようなところみたいです。で、3月の天の川っていうのは、ですね、だいたい2時ぐらいに上がって、朝方まで見れるというような感じなので、長くともまあだいたい3時間ぐらいしか見れないので、3月はね、すごくね、天の川のタイムラプスは短くなってしまうんですけども、2時からなので、夜に起きて、夜0時ぐらいで起きて、1時ぐらいに出発して、爪木崎灯台にまたその昼間行ったね、爪木崎灯台に2時前に着いて、そして着いたら、昼間はもう全然人がいなかったんですけど、ものすごいね、駐車場が混んでて、で、もうたくさん人がいて、みんなおそらく星空とか天の川を撮りに来てる人たちだと思うんですけど、でものすごい混んでて、でおそらくね、やっぱりその日は、新月だったっていうことと、あとはその天の川が、出始めの頃、3月とか多分シーズンのスタート時期なんですかね。で、っていうのと、あとは土曜日だったっていうことがあって、すごいね、混んでました。僕今まで天の川とか何回か撮りましたけど、全部ね、自分一人で撮ってたので、たくさん人がいる中で撮るっていうのは初めての経験だったんですけど、それでもね、かなりね、ものすごい人の多さでした。撮影の設定の話をします。はい。カメラは、GFX100S で、レンズは、GF23mm の F4 のレンズです。で、これは、ですね、中盤センサーなので、ちょっとフルサイズに、換算してみますと、F4 っていうのはだいたいフルサイズですと F3 ぐらいになるみたいです。はい。23mm っていうのは、フルサイズですとだいたい 18mm ぐらい。なので 18mm のレンズ、広角レンズに F3 のレンズで撮ったっていう感じですね。はい。で、ISO は5000です。で、シャッタースピードを20秒にして、インターバル撮影の間隔を21秒にしました。21秒っていうのは、20秒を撮影して、1秒間を空けて、また20秒撮影するっていう感じですね。で、ここでは21秒で書いてありますけど、富士フイルムのカメラの設定の使用上、シャッターが終わった後から何秒っていう設定なので、実際には1秒って設定しました。なので、シャッタースピード20秒、インターバル1秒をシャッタースピード20秒ですね。で、ソニーはね、これがね、仕様がちょっと違って、ソニーはシャッターが降りた初めからカウントしているので、21秒というふうにソニーですと設定します。はい。これはね、仕様の違いでスタンダード。で、だいたい450枚ぐらい撮りました。はい。でね、画角をね、どういうふうに撮ろうかなと思ってて、で、シンプルに、灯台を入れて、その後ろに天の川が流れるように撮りたかったんですけど、人がね、たくさんいたので、その下の部分をね、撮ることができなくて、で、少し画角を上に上げて、人が映らないようにして、灯台の、先の方だけ、見えるようにして、今回は撮影しました。下がね、こう道になっているので、道も映せたら、ちょっといいかなと思ったんですけど、あまりにもね、人が多かったので、そこはやめました。はい。で、1枚目の動画、タイムラプスは、128GB のメモリーカード買ったやつが、プログレードさんの 128GB のメモリーカードを持ってたんですけど、1枚ローだと200メガとかいくので、ちょっとね、心細かったので、この、プログレードさんの 256GB っていうのを新しく買って、こっちでやりました。こっちですと、かなりね、余裕があって、安心して撮影できると思います。はい、で、1本目の動画は、ローを、少しだけ、現像して書き出した JPEG をタイムラプスにしました。
ライトルームで編集しています。で、後半2本目のタイムラプスはローを、角度だけ変えて、あとは何も編集せずにそのまま出しましたので、いわゆるローの取って出しみたいな感じですね。で、ローの方が若干暗くなってると思います。ISO 5000ですけど、やっぱり F4、F3 かな、F フルサイズですと 3.1 なのでちょっと暗いレンズだと思うので、少しね暗いかなっていう感じだと思います。ただそのラージフォーマットの中盤センサーのカメラなので、暗く撮っても後から明るさを上げてもどれぐらい耐えられるかなっていうのをちょっと見てみたいなって思いました。でね、GFX100S なので、1億画素あるので 8K とかでもね十分出力できるんですけど、今回は 4K で出してみました。いつかその 8K でも出そうかなと思います。はい、そんな感じですかね。見た感じそのノイズとかもそんなに乗ってないですしね、綺麗に撮れたかなって思います。暗いとこ撮ると結構その赤いなんていうの、カラーノイズっていうんですかね、結構暗いところにもねノイズが走ったりするんですけど、見た感じね全然ノイズとか見られないので、すごくねいいんじゃないかなって思います。あとちょっと関係ない話ではあるんですけど、僕今回初めていろんな人の中でタイムラプスを撮影したんですけども、時々灯台が赤く光るシーンがあるんですけど、これって赤色灯なんですね。赤色灯、カメラを写真撮るときとかにピント合わせるときとかに光る赤いやつです。それが、灯台に反射してしまって、すごい小さい光だと思うんですけど、案外こういうところで撮るといろんなところに反射してしまって、他の人のね迷惑になるみたいで、やっぱりその赤色灯をね焚くとこうやって灯台白いのでよくね映ってしまって、それで撮ってた人の中でやっぱり赤色灯やめてくださいみたいなちょっとざわつくようなシーンもあって、なので他の人がねいるときは、写真撮るときとかは、こういうところを撮るときとかはやっぱ明かりはね気をつけないといけないかなって思いましたね。はい、まず設定で赤色灯をつけないって設定できますし、あとソニーの場合はタイマーをつけると赤色灯必ずついてしまうので、それを消すにはもうタイマーを使用しない方がいいと思います。星を撮る時とかに2秒タイマーとかを使って撮る時もあるんですけど、2秒タイマー使っちゃうともうタイマーなので赤色灯を使っちゃうので、なのでそういう時はね iPhone とかのアプリでソニーは通信簡単にできるので、それで撮るといいんじゃないかなって思いました。はい、で次の日ですね、次の日はいろいろねどこで撮ろうかなと思っていろいろ回ってたんですけど、次の日撮ったのはですね、美濃掛岩っていうところです。で美濃掛岩っていうのは岩がねいっぱいあって、すごいいい感じに並んでるようなところですね。はい、で美濃掛岩は初日の出の名所とか、あとは星空とか天の川の写真を撮るところで、有名なところみたいで、見てみたいなと思って、で次の日に昼まで寝て、それからいろいろ巡ってる時に、見に行きました。で見に行ったんですけど、見に行ったら立ち入り禁止になってて、美濃掛岩は港の奥から見れるようになってて、で港の入り口に、関係者以外立ち入り禁止の看板があって入れなくて、でとりあえず車を止めて、近くにいた漁師さんかなにお話を聞いてみたんですよ。だから今入れないですかみたいな感じで。そしたら入れませんねみたいな話してて、でその漁師さんは確かここ最近あんま密集したりしてはいけないみたいな世の中になってきているので、ここ結構有名なスポットみたいで、いろんな人が写真を撮りに来てて、でそういう兼ね合いもあって、密集を避けるっていう意味で立ち入り禁止にしたっていうふうにその人は言っていました。はい、でそれはねしょうがないですし、しょうがないので分かりましたって言って諦めて、で
車をそのまま南の方に走らせていって、すぐそばにアロエセンターっていうところがあったんですよ。アロエセンターと、干物を売ってるところがあって、でアロエセンターに寄って、でアロエセンターに入って、で中の店員さんとね、そんな話をしてたんですよ。なんかこう美濃加計岩って見れなくなっちゃったんですねみたいな話をしてたら、なんかそうなのみたいな話になって、でなんかその人たち曰く、多分3つ禁止みたいな問題じゃなくて、なんか太陽光とかの建設を、太陽光の工場とかを建設しているので、その時のその荷物の搬入のためにいろんなものが来るからっていうんで止めてるんじゃないかっていうふうに言ってて、いろんなね情報があったんですよ。入れない理由がね。でともかく入れないので、残念ですねみたいな話をしてたら、そこのアロエセンターの人たちがすごくね親切にしてくれて、で地元の人なので、美濃加計岩っていうところは、そこからも見れるけど、海の中にあるので、いろんなところから見れるので、そのねポイントをねいろいろ探してくれたり教えてくれたりしてくれて、で、今回撮れたのはその人たちが教えてくれた場所です。はい。なので南伊豆のアロエセンター、もし行く機会があったら、ぜひねなんかいろいろ買ってみてください。すごくいい人たちなので、アロエの僕はアイスクリームを食べました。はい。じゃあ2日目の設定をちょっと説明しますね。はい。2日目はですね、磯をほとんど同じなんですけど、磯を1日目は5000だったのを、今回は2日目は 12,800 まで上げました。でシャッタースピードを30まで上げました。なのでシャッタースピード上げちゃったので、枚数はちょっと少ないです。はい。でF と、画角は同じですね。で写真の枚数は350枚ぐらいで100枚ぐらい落ちてます。で同じくそのローから編集したものを初めに流して、次にローからそのまま JPEG で出したものを取って出しですよねっていうのを、次に流してます。それで2日目なんですけど、2日目はねあんまり天気が良くなくて、それで曇ってたので結構ねなんか暗くて、でオリジナルのデータを見てもすごくね暗い感じがしてて、で途中から雲が晴れて天の川が見れたんですけど、その時にね少し明るくなって、下の海とか岩とかもね少し見えてよかったなと思うんですけど、やっぱちょっとその天候が悪くてあんまりいい感じに撮れなかったかなっていう感じですね。はい。あとは撮ってみて感じたんですけど、やっぱ漁港なんで、漁港っていうのと、今回の天の川は4時とかが結構いい感じに見れるんですけど、4時ぐらいっていうのはおそらく漁師さんが働く時間帯なので、すごく船のね行き来があってピカピカライトがね光ってました。はい。見ていただければ分かるんですけど、すごいライトが光ってて、ちょっとタイムラプスとか撮影には3月はここは向かないかなっていうのがなんとなく思いましたね。もう少し夏とかになってきて、天の川の時間帯が早まったら漁師さんの働く時間帯とずれると思うのでいいと思います。はい。ただこの時期は朝方なので、朝方いい感じに出るので、ものすごくね船の光が入っちゃったかなっていう感じですかね。はい。そういう点で言うと、もしかしたらけどもしかしたらこれどこもそうなんで、どこも漁師さんの時間って同じなので、3月っていうのはそういうところで撮らない方がいいのかもしれないですね。だから山の上とかそういう方がいいのかもしれないですね。はい。だいたいそんな感じですかね。で途中でα7S3 でも写真を撮ってたんですけど、α7S3 はレンズが F1.8 の、20mm の G レンズで撮ってて、でそれで撮るとねやっぱねものすごい明るいんで綺麗に撮れるんですよね、それが。だからこの富士フイルムの GFX100S もすごくね暗くなっちゃって、でやっぱりその中盤センサーの力なのか、
ある程度明るく編集でね明るくしてもね持つのはすごいなと思いました。ただやっぱりソニーで使った F のね、明るいレンズでやるとかなりね綺麗に撮れるので、富士フイルムの G レンズかな、GF23mm の F4 が一番広角なんですけど、30mm で F3.5 っていうのがあるんですが、広角だとねそんなに明るくないんですよ。で今回新しく出たので 80mm の F1.7 っていうのがあって、F1.7 だとかなり明るいと思うので、これの広角が出てくれたらすごい嬉しいなっていう感じですね。でもしこの 80mm の F1.7 のレンズで撮る場合は、望遠気味になるので、赤道儀とかねをつけないともしかしたらブレてしまうのかなっていう感じですかね。ちょっとやってみたい気もしますけど、 80mm だと、フルサイズですとだいたい 60mm のレンズなので、なくてもいいのかな。赤道儀なくてもある程度20秒ぐらいだったら撮れるかもしれません。これを買うかもしくは広角の明るいレンズを待つかどっちかかなという感じですかね。で写真を見てるとすごいね寄ってもねノイズがねすごい少ないなっていう感じがしました。暗いところに行ってもちゃんと暗くなってるし、中に赤とか青とかノイズ出てなかったですし、とても綺麗に撮れる、さすが撮れるなっていう感じですね。あとはこれ初めてなのでもう少しISO を変えたりとかしていろいろねやってみれたらいいかなと思います。はい、そんな感じなので参考になったら嬉しいです。